再生することはできる。ただなんですね。無料。はい、銀坊主です。今日はですね、ちょっとぶっ飛んだキントーンのプラグインを見つけたので、ご紹介していこうかなと思います。アントベアクリエイツ合同会社が提供してます。こちら、変態、いや違うね。キントーンマルチファイルビューワーというところで、キントーンってそもそも添付ファイルに入れるデータの形式っていうのはね、そんな縛りがなくてですね、どんなデータでも保存することはできるんですけれども、画像データはこんな感じでプレビューすることができます。拡大もできる、縮小もできる。画像データは。これはもう JPEG でも PNG でも画像データはいける。便利は便利なんですけれども、PDF になると、はい、こんな感じで右上見てもらったらわかるようにダウンロードする。なので、プレビューすることができない。動画も一緒。いや、基本的に1ユーザー5ギガっていう、容量が与えられるので、10ユーザーで契約すると50ギガまでは使える。50ギガまでは使えるんですけれども、一つのファイルに対して最大1ギガまでなので、4K 動画とか、そういうのを保存しておくってなってくると、均等に保存するんじゃなくて、別のところに保存しておいて、そのリンクを均等に貼って見に行くっていうのはできるんですけれども、ただ、そこじゃなくてですね、とりあえずちょっと保存して共有したいなっていう時、保存はできるので、例えばこんな感じで200メガの動画を保存しました。見たいなと思った時、クリックしてダウンロードして見ないといけない。これが非常にね、めんどくさい。ダウンロードするってことは、その人のダウンロードのところにデータが残る。そこを禁止するっていうのはまだいろいろカスタマイズしてね、ダウンロードできないようにしないといけないけれども、この状況やと、ダウンロードしないと相手が見れない。あと、ダウンロードにいろんなデータが溜まってきてしまう。そういった問題いろいろあるので、プレビューできればいいよねっていうので、プレビュー何かしらできるようなプラグインっていうのはちょろちょろあったんですけれども、こちらの、ある意味、いい意味でぶっ飛んだプラグインは、90種類以上の拡張子に対応していると。ここに対応しているのが PDF もいけるし、画像系もいけるし、Excel 音声、動画うんちゃらかんちゃらいっぱいいろいろいける。もともとですね、61種類以上プレビューっていう風に作ってるんですけど、もうすでに30個ぐらい増えてると。で、アップデートも非常に早い。もう仕事なのか趣味なのかっていうところがあるんですけど、いい意味でですよ。さらに、じゃあいくらかかるのかっていうと、ただなんですね。無料。個人、法人問わず無料で全機能いけますよと。ただ、例えばこういうようなことに対応してほしいとか、この出てるプラグインにプラスこんなカスタマイズしてほしいとかってなってきたら、個別に対応しますよっていうところなんですけど、基本的に90種類も対応してますので、ほぼほぼ無料プランで、扱うことはできるかなと思います。どういう感じに見えるのか、どんなことはできないのか、その辺見ていこうかなと思いますが、無料でダウンロードして、プラグインをセットしますと、設定も簡単で、どの添付ファイルにしますか。で、プレビュー対象、サブテーブルは先頭100行、関連レコードは20行というところで、添付ファイル自体も複数設定することができます。で、サイボーズの均等の標準機能の画像やと、ポンと出てきたかなと思うんですけど、これの場合はですね、スペースを準備して、そのスペースに要素 ID をセットした場所でプレビューできるようにするというふうになっています。でさらに、プレビューファイルの URL を有効化するか、中身の URL を見れるかどうかっていう部分、あとは HTML のファイルの場合はソースコードでまず表示するのか、安全プレビューでもうコードじゃなくて展開した状態で見るのか、そのあたりも設定することができますので、このあたりは後で見ていこうかなと思います。では、プラグインを有効化しましたので、一個ずつ見ていきましょう。まず、PDF。さっきはダウンロードしてましたね。で、今回はここに、先ほど説明したスペースがあって、要素 ID をセットした状態にしております。では、プレビューを表示します。はい、じゃあ表示できました。こういう機能がちゃんとついてるってすごいなと思います。書くことができたり、向きを変えれたりとかですね。で、印刷ボタンもある。そのまま印刷することもできると。無料のプラグインの機能ではないですよね。
はい。いい意味で、今日何回も多分いい意味でって言うと思うんですけれども、ぶっ飛んでるなと思ってますが。で、画像データも、はい、もう見れますね。ほっと見れる。で、画像データはこんな感じ。で、ダウンロードすることもできます。JPEG も、PNG も関係なしですね。で、注意点が、まず、やっぱし、容量の多い動画はこんな感じでファイルの読み込みに時間がかかります。さらに読み込んでるときに次のレコードに行くとですね、さっきのここが出てこなくなっちゃいます。はい、こんな感じになっちゃうので、ちょっとね、大きいデータを、再読み込みしたらまた戻るんですけれども、大きい動画データを入れると、ちょっと使いづらくなってくるかな。やっぱし、この動画自体はですね、14秒ぐらいしかないので、あれなんですけれども、4K で書き出している分、データ容量が200メガ。なんで、動画の長さっていうよりは、動画のデータの重さ、データの重いものは、ちょっとプレビューのプラグイン、このプラグインではすぐには表示されない。ただ、時間かけたら表示することはできます。このあたりが、例えばもっと爆速に表示してほしいんだ動画もってなっていくと、問い合わせて対応できるかどうかを聞いてもらうってところになるかなと思います。200メガ、来た。はい。で、再生することはできる。で、ちょっとね、音声が分かりにくかったと思うので、次こっち、綺麗に音声を入れてますので、こっちも時間はね、さっきと変わらず17、8秒ですけれども、軽いデータとして、ね、3メガにしてますので、これはね、再生できます。で、これは逆に僕の声じゃなくて、この再生した音声聞いてもらおうと思うので、音量の調整もできるので、音量の調整して、これは絶対になくす。スノーピークの粒ほおずき。発売前に見たけど小さすぎて絶対なくす。ほおずきと比較するとこんな感じ。でも可愛い。ちょっとしたところにつけておくとちょっとした時に便利そう。電池は別売りなのでご注意を。はい、というところで、ちゃんとしっかりと音声入れてたら音声も出てくるし、あと倍速表示もできるし、ピクチャーインピクチャーもできるし、ダウンロードもできると。で、映像系で書き出しを軽めに書き出したもので、ちょっと共有したいなっていうぐらいであれば、キントーン使って、このプラグインも使ったらできるなという部分ですね。で次に、例えば JavaScript とか、そのあたりも表示することができる。HTML なんですけれども、設定で、このバージョンともう一個ね、ソースバージョンと安全プレビューバージョンがあって、安全プレビューバージョンにすると、こういう形で HTML の形がしっかりとプレビューすることができる。これは僕のキャンプのホームページのところから引っ張ってきたんですけど。で、ZIP ファイルで圧縮したものも見れるんですけれども、その場合はですね、上限が5メガまでは展開できる。ここに入れることはできるんですけど、プレビューは5メガまで。で、今回 8.9 やったので、プレビューはできなかったです。で、もう一つ 5KB ですね。5KB にしたらプレビューはできる。中身はどんなものかは見れるけど、ここで見ることはできひんので、もう一回ダウンロードして、でそこから展開して見てもらうっていう形に ZIP ファイルはなってます。メールを送って、そのメールのデータ貼り付けてたらメールの中身がわかると。さらにね、パワーポイントもいけるんですけど、パワーポイントも、10メガまで。10メガにしたら、読み込んでくれて、その中身ですね。どんなものかっていうのが見れるようになっています。なんでこんなシンプルな感じかというと、作ってる私の、これも結構シンプルにこんな感じで作ってるので、この画像系を全部残したいってなってくると PDF にして共有ですかね。パワポの場合はこんな感じになっていくというところです。で、これがですね、最初に言ったようにいろいろと対応することができるので、会社によってはですね、特定の拡張子のデータをいつも共有しているんだけれども、毎回ダウンロードしないといけない。中身見れたらよかったのにな。っていうところであったりとか、あとはだから均等に保存できないから、毎回メールとかで送って対応してたけれども、このプラグインを使ってしまったらですね、そういった今まで共有するのに、ちょっと一手間二手間かかってたものが、このプラグイン使ってしまえばですね、すぐに
共有することができるので非常に便利だなというふうに思います。怪しいプラグインじゃないんですかって思う方、大丈夫です。サイボーズのオフィシャルパートナーです。サイボーズのオフィシャルパートナーがやってますし、まずはですね、概要欄の方に貼っているこちらの、だいぶぶっ飛んだですね、90種類以上いけるまとめてプレビューのプラグイン、いっぺん試してみてもらって、多分僕が動画出して何日かとか1ヶ月ぐらい経ったらですね、多分100種類に変わってるかもしれませんが、一度ね、試してもらって、キントーンでスタンダードコース以上でプラグイン入れれるんであればですね、これ入れておいて間違いはないかなとは思います。ということで、今回キントーンマルチファイルビューアーのクイックビューをご紹介しました。何度も言いますが、プラグインの情報は概要欄に貼ってますので、そっちからダウンロードお願いします。こんな感じで動画上げてますので、よければチャンネル登録、いいねお願いいたします。以上です。ご清聴ありがとうございました。